ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？葵、今日はね、世界中で爆発的な大ヒットを記録している映画、ズートピア2の驚異的な興行成績の話題についてよ。ズートピア 2？ あのウサギとキツネのやつやろ？前作もすごかった気がするけど、今回はそんなにヤバいことになっとると？そうなの。なんと、公開からわずか20日で、世界興行収入が11億3000万ドル、約1760億円を突破したんだよ。これは、今年公開されたハリウッド映画の中で、公式に年間興行収入トップの数字なの。11億ドル。円安の今、日本円に換算したら、目玉が飛び出るような金額やね。でも、ディズニーやったら、それくらい普通やないと？全然普通じゃないわ。同じディズニーの実写版リロ&スティッチが10億3000万ドル、約1604億1940万円だったから、それをあっさり抜いちゃったの。しかも PG 指定映画としては史上最速の17日で10億ドルを突破したんだよ。史上最速。子供向けの映画やと思って舐めとったら、札束の暴力で殴られた気分倍。でもね、上には上がいるの。2025年最大の興行収入を記録しているのは、実は中国発のアニメ、ナタ2で、なんと19億ドル、約2960億円を記録しているんだよ。19億ドル？ハリウッド映画が束になっても勝てんやん。中国市場、恐ろしすぎるっちゃけど。そうなの。そして、そんな中、ズートピア2はアニメーション映画史上でも、現在7位の興行収入を記録しているの。2016年のオリジナル版ズートピアが10億2500万ドル、約1597億円。去年のモアナと伝説の海が10億6000万ドル、約1651億775万円だったから、すでに前作超えを果たしているんだよ。前作を超えたん？普通、続編って右肩下がりになるもんやけど、勢いが止まらんね。直近の週末だけでも、海外52の地域で1億3110万ドル、約204億2000万円を追加して、海外興行収入を8億7800万ドル、約1367億1900万円に伸ばしたの。もうすぐ、インサイドヘッド2に続いて、アニメ史上2作目の国際興行収入10億ドル突破が確実視されているんだよ。もう数字が大きすぎて、逆にピンとこんくなってきんしゃった。特にすごいのが中国なの。中国だけで5億2500万ドル、約817億6100万円を記録しているんだよ。中国での MPA、アメリカ映画協会公開作品としては、2019年のアベンジャーズエンドゲームの6億3200万ドル、約984億4790万円に次ぐ歴代2位の記録なの。あのアベンジャーズの次ってこと？ヒーローたちが総出で戦った数字にウサギとキツネが迫り寄ると？シュールすぎるやろ。そうなの。最近の中国の観客はハリウッド映画にあまり関心を示さなくなっていたから、この数字は映画業界にとっても衝撃的なニュースなんだよ。でもさ、ディズニーやったら何でも売れるわけやないやろ？他の映画はどうなっとると？そこが鋭いね、葵。実は同じディズニー配給でも、ジェームズ・ L ・ブルックス監督のエラ・マッケイという政治ドラマはとんでもない大爆死を記録してしまったんだよ。大爆死。どれくらい悲惨なことになっとるん？この映画、制作費が3500万ドル、約54億5200万円かかっているのに、世界全体での興行収入がわずか299万ドル、約4億6570万円にとどまっているの。北米でも270万ドル、約4億2050万円で拒否された形で、近年のディズニー作品としては最低のスタートになっちゃったんだよ。270万ドル。ズートピア2が稼いだ額の誤差みたいなもんやん。政治ドラマって言われても誰も興味持たんかったんやろうね。そうなの。批評家の評価も観客の反応も芳しくなくて、海外5つの地域での収入は合わせて28万ドル、約4360万円で、今後回復する見込みもほとんどないと言われているわ。ディズニーもアニメで稼いだ金を実写の政治ごっこで溶かしよる場合やなかろうに。で、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。あと、葵の毒舌ももっと聞きたい人は、通知オンも忘れんでね。さて、話をズートピア2に戻すけど、この映画が11億3000万ドル稼いだうち、ほぼ半分が中国での稼ぎなの。半分が中国？それも、中国の映画って言っても過言やないやん。なんで、そんなに中国で受け取ると？
前作のズートピアも口コミで人気が広がって、当時は輸入アニメとして記録的な2億3600万ドル、約367億5700万円を稼いだんだけど、今回はそれを大幅に上回っているの。アーティザンゲートウェイのデータによると、中国国内での累計は5億2500万ドルに達して、輸入アニメ作品として初めて5億ドルの大台を突破したんだよ。初めて？シュレックもミニオンズも達成できんかったことをジュディたちがやったってことか。そうなの。しかも11月下旬から12月上旬って中国では例年閑散期で大型作品は公開を避ける時期なの。そんな時期にこれだけの記録を出すのはまさに快挙なんだよ。閑散期に5億ドル。もはや季節とか関係ないレベルの人気やね。この結果、ズートピア2はワイルドスピード、アイスブレイク3億9300万ドルやワイルドスピード、スカイミッション3億9000万ドル、さらにはアベンジャーズ、インフィニティ UO 3億5900万ドルを大きく上回って中国におけるハリウッド映画史上2位の地位を確固たるものにしたの。ワイスピにも勝ったん？車転がして爆発させまくるマッチョたちより動物たちの街の方が強いとか世の中わからんもんやね。でもさ、中国国内の映画は負けて黙っとるわけ？もちろん中国産の映画も検討しているわよ。先週末の中国興行収入2位はジェズヒ・タウンという時代劇戦争ドラマでシャオ・ジャン主演で1020万ドル約15億8880万円を稼いでいるの。戦争ドラマ。やっぱり地元ではそういう真面目なジャンルが強いんやね。そうなの。他にも3位にはアンダーカレント310万ドル、4位には Now, You See Me, Now, You Don't 70万ドルが入っていて、それぞれ数千万ドル規模の興行成績を上げているわ。地元の映画も頑張っとるけど、ズートピアの5億ドルに比べたらやっぱり桁が違うね。そしてディズニーは次に本命を投入するの。ジェームズ・キャメロン監督のアバター、ファイヤー&アッシュが12月19日に中国で公開されるの。前作が20億ドルを記録しているから2025年の王座を奪う可能性もあると言われているわ。アバターか。あれも映像がすごかろうけど、公開が年末ギリギリやったら今年の記録には入らんとやない？そうなの。興行収入の大部分は翌年の2026年に計上される可能性が高いから2025年の暫定王者はズートピア2になるかもしれないね。で、ネットの反応はどうなっとると？このニュースに対してネットではディズニーはポリコレに走るよりこういう王道アニメを作っていれば安泰なのにっていう声が多くあるわ。ほんとそれ。説教臭いドラマより可愛い動物が頑張る姿を見たいじゃん。また中国市場に依存しすぎなのはリスクだけど、この数字を見せられたら無視できないよねっていう冷静な意見もあるわ。稼げるところで稼ぐのは商売の基本やけど、中国に首根っこ掴まれとるようにも見えるね。あとはアバター3がどこまで伸びるか。キャメロン監督なら30億ドルいくんじゃないかっていう期待の声も多いよ。30億ドル。もうそこまでいくと国家予算レベルやん。ズートピア2の成功はディズニーにとって大きな勝利なの。選別が厳しくなっている今の映画界において、ディズニーが依然として幅広い世代を動員できることを証明したんだよ。選別が厳しくなっとるて、要はつまらん映画は容赦なく切り捨てられるってことやろ？エラ・マッケイみたいに。そう、観客は正直だということだね。これからはアバター、ファイヤー&アッシュが中国市場でどう評価されるかがディズニーの今年の締めくくりを左右することになるわ。ウサギの次は青い宇宙人か。ディズニーの財布はホクホクやろうけど、葵のお財布はスカスカバイ。たまにはディズニーランド連れてってよ、すみれ。それは興行収入次第かな。なんてね。ということで、今日はズートピア2の驚異的な興行成績と中国市場の力という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。